はトラベルライターのゆりえです。ルパト動画香港編なんですけど、2回目になります。前回の動画はまた、合わせてチェックしていただきたいんですが、今回また最新の情報を、シェアできたらなというふうに思っています。香港は、カオルン側に2店舗と、あと香港島側に1、2、3店舗5店舗と、あと空港に1店舗なので、まず今日は今からカオルン側の2店舗に行ってみようかなというふうに思っています。はい、ということで、早速出かけたいと思います。エレメンツのモールに着きました。早速目の前かな、9時とかまでやってるんですよね。営業時間結構遅くまでやってるので、はい、ひとまず行ってみたいと思います。エレメンツも今日からリニューアルオープンだったっぽくて、かなり混んでて、私が欲しいものはなかったので、移動してきました。ハーバーシティに、今やってきたんですけど、時間がもう8時か、9時に閉まっちゃうので、急いでお店に行きたいと思います。ハーバーシティ行ってきました。ディスプレイオンリーじゃなくて普通にこの段のものは全部買えますみたいな感じで割と自由に見れたのと、バディチャーム探してるんですけどチャームはねなかったかな。バッグは結構いろいろあったので最後にまた全部まとめて紹介します。とりあえず1日目は終了なので、また明日別のお店を見てみたいと思います。というわけでやりきります。買えました。またやっぱり香港すごいな。というわけで2日目終了です。巨大な袋に入ってるんですけど、バッグが買えました。早速まずバッグから開けていきたいと思います。私初めて見る色なんですけど、すごい可愛かったです。今回購入できたのはプリミスティの、ピコタンゴールド金具で、ちなみにこれゴールドっていうかシャンパンゴールドになっています。今回なんですけど、もともと私ガーデンパーティーの一番小さいサイズを探してたんですね。どこの店舗も全然なくて、在庫がピコタンだったらあるよみたいな感じでオファーしてもらったんですけど、たまたま友達が欲しいって言ってた色があったので代わりに買わせていただきました。で、許可を取って開封しています。ひとまず、購入品の紹介は以上になります。一回ビデオを切りたいと思います。アメリカの家に戻ってきて背景がちょっとガラッと変わったんですが、購入品の紹介の動画を香港で撮った後に帰りの空港で実はもう1個収穫がありまして、ということでまさかの2個目のバッグが買えてしまったんですけど、早速、開封していきたいと思います。このバッグは私ずっと今回メインで探してたバッグなんですけど、どこの店舗でも一番ね手に入れるのが
枠以外だと結構難しいっていう風に言われていたものだったので、今回多分香港では買えないだろうなという風に諦めてたんですが、帰りの空港でフラッと入って、きっとないだろうなと思ってダメ元で聞いたら出てきたのがこちらのバッグです。じゃーん、かわいい。ガーデンパーティーの23の一番小さいミニのサイズですね。新しいサイズなんですけど、これがずっと欲しくて、でこれ色がグリパンタンっていう去年かな、2025年の新色の、グレーとちょっとブルーが混じったようなカラーなんですけれど、すっごい可愛いです。これずっとこのちっちゃいサイズが欲しくて、というのが私ピコタンを持ってて、同じような用途ができるバッグで、せっかくだったらちょっと違うものがいいなと思っていて、エトゥープだったりとかは韓国の免税店とかで見たことはあるんですけども、ちょっとエトゥープのバッグが増えすぎてるので、それ以外の色がいいなということで今回これを買ってみました。というわけで、これが、2つ目の購入品でした。でじゃあ値段自体はどうだったかっていう話なんですけど、今回は、ピコタンの18のトリオンクレマンスグリミスティ、市内で買っても香港の場合は空港で買っても値段は一緒なんですけど、29,700ドル、香港ドルですね。今のレートにすると、香港ドルって US ドルとの連動なので、ちょっと今ねレート悪いなっていう感じはするんですけど、59万8000円だから、だいたい60万ぐらいかなっていう風に思っていただければと思います。ガーデンパーティーの23は33,400ドルです。33,400ドルなので、日本円にすると67万3000円ぐらいですね。日本の方が安いとは思うんですが、選べるという意味で言うと海外の方が少しお金を払ってでも色を選びたいとか、通わずに一発で手に入れたいっていう方だったら海外の方が簡単なんじゃないかなとは思います。いつものエルパト動画と同様に、今回回った店舗でどんなものがあってどんな話が聞けたのかみたいなレポを少し簡単にできたらなというふうに思っています。香港のエルメスって中国大陸とつながってる方、カオルン側に2店舗と香港島側に3店舗と、あと空港に1店舗、合計6店舗あります。今回行けたのはカオルン側の、エレメンツの店舗とハーバーシティの店舗、香港サイドのメゾンとコーズウェイベイの店舗、最後空港ですね、5店舗に行くことができました。パシフィックプレイスの店舗にはちょっと行く時間がなかったので、1店舗行けてない店舗はあるんですが、結構いろいろ回れたので、実際じゃあどんなものが置いてあったかというのを簡単にレポできればなというふうに思っています。まず、最初に行ったエレメンツの店舗なんですけど、エレメンツの店舗はエアポートエクスプレスで降りたすぐ上のモール、リッツ・カールトンだったりとかが、近くにあるモールです。結構大きいモールなんですけど、そこの店舗がお花がすごい飾ってあって、すごい店内が混んでたから、今日なんかイベントなのっていう風に聞いたら、今日グランドオープンだったんだっていう風に言われて、前半の動画でも少し様子を流したんですけど、なんかデモンストレーションみたいなのとかをやってたりとか、イベントチックな感じですごい楽しかったです。何があったかというと、基本的には棚に置いてあるものは全部ディスプレイオンリーの札がついてました。順番が来るまで店内好きに見てていいよっていう風に言われて、担当の方がついて、何が欲しいですかって言われた時に、ガーデンパーティーの一番ちっちゃいサイズが欲しいっていう風に話したら、それは一番今人気だからないっていう風に言われて、じゃあピコタンはどうかなって聞いたら、ピコタンは色が何色かあるんだけど何系がいいって言われて、ベーシックカラーかグレーとか、ちょっと差し色になるものだったらブルーもいいかなみたいな感じで言ったら、ピコタンは、ベーシックカラーは18はないっていう風に言われて、ニューブルージーンだったらあるよっていう風に言われたのと、あとは何色かカラー系、結構鮮やかなカラー系だったらありますっていう風に言われました。 SA さんが持ってるタブレット見て、この色だったらあるよ、この色だったらあるよみたいな感じで、普通にフランクに教えてくれる感じではありました。次がね、ハーバーシティにバスで移動しました。エレメンツの下からバスが出てるので、それでちょうどほぼ前かな、目の前にバス多分 Google マップで設定すると
移動ができるのでおすすめです。ピコタンがグリーンっぽいブラックみたいな、ちょっと多分新色なのかな、もしカラーが分かったら調べとくんですけど、それのバレニアのレザーのものがありました。バレニアのレザーってすごい私気になってたものだったので、本物をこう実際に触って試着することができてすごい良かったんですが、やっぱちょっとグリーン系の色が私あんまりしっくりこないので、ガーデンパーティーの23聞いたんですけど、これもないということで、じゃあ何があったかというと、ガーデンパーティーだったらピクニックのガーデンパーティーのレザーの部分がイエロー、多分レモンチェロかライムかなっていう感じの色だったんですけど、あれでもね地味に高いんですよね。100何万とかするので。あとはデラカバレリアのミニのゴールド、ドゥブルサンスっていう読み方が合ってるか分かんないんですけど、縦長のトートバッグ、すごいつるっとした感じのシンプルなデザインのもの、最近それよく見るなと思うんですけど、それのピコタンと同じ色、グリーンブラックみたいな色とベージュ、多分あれはトレンチかなっていう色がありました。あとはクロコのコンスタンスエランはちょっと珍しいなと思って、もちろんお値段もとてもするものなので遠目で見るだけで終わりましたが、あとはボリードのミニのクロコ、ピコタンは布のもの、キャンバスのものっていうかチェック柄の新しいデザインのやつありますよね。それのレザーゴールドのバージョンが売ってました。シルバージュエリーもハーバーシティは結構物によってはあるかなという感じで、試着だったりとかもいろいろしたんですけど、私がちょっとしっくりくるものはそこの店舗ではなかったので、ここも何も買わずに出ました。メゾンですね。じゃあ何があったかというと、インザループの白、レザーとキャンバスがコンビになってるやつの18のサイズで、マイクロピコタンの黒子のクレ、すごいそれは可愛かったです。あとエールバッグのポケット付きの私初めて見たんですけど、それのメインが布になってて、レザーの部分がゴールドで布の部分が黄色っていう、ちょっとね変わった配色のものを初めて見ました。であとはインザループのベルトバッグ、クロスボディにするようなものだったりとか、あとはピコタンカーゴの黄色、なぜか結構黄色がいっぱいありました。下駄とインザループのグリパンタン、縦長のトート、ドゥブルサンスの、グリパンタンもありました。オーストリッチのコンスタンス2ゴーのグレー系の色だったりとか、一番私今回レアだなと思ったのが、これも写真出しておくんですけど、コンスタンスミニのなんて言うんだろうな、チェック柄みたいになってるやつを私初めて実物を見せてもらって、それ普通に棚に置いてありました。で今日の目玉商品はこれだから、もしこれ興味あるんだったら避けといてあげるから先に言ってねっていう風に言われたんですけど、ふわふわした素材なのかと思ってたら、あれプリントなんですね。私全然知らなくて、でそれを実際に手に取って見せてもらって、可愛いんだけどでもちょっと私には派手かなっていう風に言ってお断りしたんですけど、でもすごい可愛かったです。それは多分あれはネイビーボックスになるのかなっていうものも普通に棚に置いてありました。これ毎回そうですね、前回の動画も見てもらうと分かると思うんですけど、普通にネイビーボックスのものも平気で棚に置いてあって、全然買えるよみたいなテンションなのがちょっと香港面白いなというふうにいつも思っています。チャームも結構豊富だったんですけど、バディチャーム、ワンちゃんのチャームを探してて、自分が飼ってる実家のワンちゃんがベージュなので、色がだからできればベージュか、ちょっと顔は白っぽくなってきたので白でもいいかなとか思ってるんですけど、白かベージュを探したんですね。でこれは本当にどこにもなくて、でバディチャーム自体はあるんですけど、ちょっと色が派手だったりとか、今回は見送りました。ペガサスのソーブラックとかソーゴールドだったりとか、人気のものですよね結構。あとはね、服着てるロデオちゃんみたいな新しいやつも置いてありました。ピコタンは結構ね種類は選べそうな感じでありました。であとオファーされたのが、リンディの26かな、多分あれはのトレンチが私ずっと欲しかったので、トレンチのバッグなんかあるって最初聞いた時にそれを覚えてってくれて出してもらったんですけど、これが欲しいっていう気持ちがすごい強すぎたので、ちょっと今回はリンディはお断りしました。次コーズウェイベイですね。コーズウェイベイの店舗はリーガーデンっていうブランドショップがいっぱい入ってる、ちっちゃいモールみたいなのがあって、シャネルだったりとか、他のブランドもいくつか入ってるんですけど、そこの、2階建てか3階建てになってるんですけど、結構大きい店舗です。ここはねなんかね結構前行った時もそうだったんですけど、いっぱい棚にわーって置いてあって、スタッフの方もみんなフレンドリーで、欲しいもの何っていう風に声かけてきていろいろ探してきてくれる感じの私は結構好きな店舗です。個人的には見やすいし
ちょっと珍しいなと思ったのが、私初めて見たんですけど、かなり鮮やかな赤のピコタンの PM があって、それすごい可愛かったです。あとは、ドゥブルサンスのネイビーだったりとか、あとエブリンの29のエトゥープ、あとはゲタのノワールとエトゥープ、ミニボリードの赤の、でもこれは黒子でしたここの店舗なぜか赤が結構揃ってましたね。であとアルソンの大きいサイズの方のゴールドだったりとか、あとプティアルソン、ちょっとこのなんだろう、三日月みたいな形になってる方の、クレだったり、あとはインザループのベルトバッグのタイプの赤とエトゥープがありました。あとはプリウムの黒の小さいサイズだったりとか、あとねこれちょっと珍しいなと思ったのが、ピクニックのなんかねこうコロンとしたこう丸い円形のこう手持ちがついてて、もう本当に初めて見るようなちょっとレアなのかなバッグも置いてありました。それも売り物ということでしたので、普通に買えるものとして置いてました。であとはアルザンの黒とかかな、他にももうちょこちょこいろいろありましたが、結構私が探してるこの23のガーデンパーティーはないということで、結局コーズウェイベイもそのままお店を出ました。そんな感じで市内でのお買い物はピコタンで、終了したんですが、最後空港に行った時にちょっと記念に見てみるかぐらいでふらっと入ったら、結構普通に買えるものも置いてあって、でその中にこれはなかったんですね。なかったんですけど、ピコタンのマイクロの黒子のトレンチが置いてあって、あ、ネイビーボックスって空港にも置いてるんだと思って、それはちょっとびっくりしました。とあとプティアルソンのゴールドだったりとか、あとプリウムの黒、あとはジプシエールのベージュ系のカラーかな、コンスタンスミニのグレーのちょっと濃い色、グリミスティかな、多分それ系の色なんですけどの黒子もありました。あとはドゥブルサンスの、グリパンタン、これと同じ色ですね。であとはガーデンパーティーの23はこの色しかないというふうに言われて、でせっかくだったらこれにしようかなと思ってグリパンタンの、ガーデンパーティーにしました。そんな感じで、今バーッとどんなものがあったかだったりとか、お店の雰囲気だったりとかを少しシェアしました。ここからは、どういう感じで話が進んでいったのかということだったりとか、ちょっとコツじゃないけど香港の特徴みたいな話だったりとか、あとは、韓国と香港ってどっちがいいですかってよく質問いただくことが多いので、それも含めて少し簡単にご紹介できたらなというふうに思っています。前回の動画も出てるのでそっちもチェックしていただきたいんですけど、それと同様だったのが、ルール変わってなかったなっていう確認ではあるんですけど、基本的にバッグは1人1つ、もし2個目買いたいんだったら旦那さんを連れてくるだったりとか、あとお友達連れてきてっていう風に言われて、で、今回は夫と一緒だったので2つ買えたっていう感じですね。韓国の場合って1滞在につき1個なんですね。で香港は1滞在につき1個という言い方ではなくて、1回買ったら数ヶ月空けないと買えないよっていう言い方をされました。でこれももちろん担当の SA さんだったりとか店舗によっても違うとは思うんですが、そういう一応ルールも一部の店舗ではあるという話です。課金額についてなんですけど、この額買ってくださいという明確な額を提示されないっていうのが香港なのかなという感じがしていて、だから結局は欲しいもの他にあるっていう聞き方をされるので、普通に自分の欲しいものを、基本的には多分乾くもの以外になるとは思うんですが、例えばシルクだったりとかアクセサリーだったりとかで欲しいものを言って在庫を見てもらって、でそれでこれされるかなみたいな感じでちょっとずつ聞いていくっていうのが多分香港のやり方なのかなというふうに思っています。で結局はこれはもう万国共通ですが、最終的な判断はお店の一番偉い人が下すので、その人に確認を取ってちょっと戻ってくるねみたいな感じで、足りなかったら足りないと言われるだろうし、課金額が十分なのであればそのままお会計に行くという流れになってます。であと香港はどの店舗も裏に在庫があるっていう方はあれですけど、結構普通にディスプレイオンリー以外のものもいっぱい出してるんですけど、出し切れてない在庫が結構あることが私が行く時は多かったです。なのでもうこの色が欲しいとかこれ系の色が欲しいなっていうのが決まってるのであれば、具体的な
カラー名だったりとか、あとは色のイメージを伝えた上でこのバッグのこの色あるっていう風に聞くと意外と裏から出てきたりとかするので、聞いてみる価値はあるんじゃないかなという風に思います。裏から出てくるものっていうのは割とちゃんと課金額をしっかり取られるイメージなので、要は裏にあるものって結構人気のカラーだったりとかするので、そこは覚悟した上で聞いた方がいいかなとは思います。最後なんですけど、香港か韓国どっちがいいですかっていうことを私結構インスタの質問でも聞かれることが多くて、正直一長一短だなと思うので、そのメリットデメリットみたいな話を少しできたらなというふうに思います。先ほどもちょっと話に出たように香港は数字で課金額これはいくらねっていうふうに言ってもらえないんですね。韓国の場合は特に免税店はもう例えばピコタンだったらこの色でもいくらみたいな風に多分決まってるのかなって思うぐらい、この値段ねっていう風に課金額をポンって言われるので、私の中ではもうそれはマネージャーマターというよりはもう店舗の中で決まってることなのかなという風に勝手に認識してます。これは韓国の免税店の話ですね。香港の場合は、動画にするほど尺が取れなかったので動画にしなかった回っていうのもあって、その時に実はピコタンを1回買ったことがあって、その時の課金額と今回の課金額とその前の課金額が全部違うんですね。でもちろん色が違うだったりとか金具が違うとか、時期が違うっていうこともあるので一概には言えないんですけど、 SA さんの裁量と店舗でのそのマネージャーの裁量次第という感じなので、香港はうまくいけば自分の欲しいものだけで課金して一番満足のいくお買い物ができる可能性が高いんじゃないかなとは思います。逆に言うと韓国の場合はきっちりこの額っていう風に決まってるので、100ドルぐらいダメみたいな、そういう交渉とかの余地があまりないようなイメージでした。そこに合わせていかなきゃいけないので、それがちょっと普通だなという人はもしかしたら香港の方が向いてるんじゃないかなというふうに思います。ただ一方で韓国の場合って普通の店舗にポンって何もディスプレイオンリーの札もなく、普通に例えばボリードだったりとかピコタンだったりとか普通に置いてあって、それを別に無課金で全然買うこともできますし、そのなんていうんだろう、ラインナップが結構これ置いてあんのみたいなのがあるのが、私のイメージは韓国の方が多いかなというふうに思いました。そう考えると一長一短ではあるけど、色の好みがやっぱりある人は、例えばベーシックカラーのこれでこの金具がいいみたいな結構こだわりが強い方はもしかしたら香港の方が簡単かもしれないです。っていうのがやっぱり裏から出てくる在庫の数が私の印象的には香港の方が多いかなっていうふうに思いますし、結局韓国でもちろん裏に在庫があってもベーシックカラーは結構がっつり課金額を言われることが多いので、金額も安くかつ自分のこのこだわりのスペックを手に入れるのであれば香港の方がもしかしたらちょっとイージーなんじゃないかなっていうふうには思っています。反対にピコタンが欲しい、なんとなくこれぐらいの感じのカラーで欲しいものを柔軟にある方はもしかしたら香港よりも韓国の方が、無課金で買えるものの中から選ぶこともできるので、好みだったりとか自分の欲しいスペックに合わせて行き先を選ぶのもありなんじゃないかなというふうに感じています。あとは香港はすでに免税価格なので免税手続きが不要なんですね。それはすごい楽だなというふうに思います。韓国の場合は免税店はそのまま免税価格ですし、空港での受け取りになるのでそれは少し楽なんですけれど、免税店の場合は US ドルでの生産になるので、ちょっとね今特にレートがあまり良くないので少し割高かなっていう感じはしますね。韓国で免税店以外で購入する場合は空港での免税手続きが別途必要になるので、そこのちょっと面倒くささっていうのは少しあるかなというふうに思います。香港と韓国の比較なんですけど、ちょっと値段の比較もしてみたいと思います。一番わかりやすいのがピコタンは香港でも買ったことがあるし韓国でも買ったことがあるので、ちょっと比較してみるとピコタンが29,700ドルなので、だいたい日本円で60万円ぐらいですね。ウォンにするとサイトで見たんですけど536万ウォンなので、韓国は、免税店で買った場合は US ドルなので US ドルの
購入価格がね、去年ね買った時にちょっと出してきますね。去年の動画からちょっと引っ張ってきたんですけど、ちょっともしかしたら値上がりしてるかもしれないんですが、去年の時点で韓国の免税店でピコタン18を買うと 3897US ドルなので、61万円ぐらいになります。で、おそらく値上がりしてるはずなので、今はもうちょっと高いのかなというふうに思っています。ちょっとの差ですね。あるとしても1万2万ぐらいの差かなという印象ではあります。で、ごめんなさい。ちょっとね、ピコタンのその韓国の免税店のちょっと今の定価がわからないので、2026年最新版の情報を持ってる方がいたらぜひコメントで教えてください。ということで、私のチャンネルは基本的には旅がメインになっています。なので、香港の情報っていうのは他にもいっぱいあるので、YouTube ももちろんですし、インスタの方にも香港のおすすめスポットだったりとか、グルメだったりとか、ホテルだったりとか、ぜひ香港旅行を検討している方は合わせてチェックしてみてください。香港のエルパト動画、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いできるのを楽しみにしています。それではバイバーイ。